ねえきなこ、人間なら100点取れるのに AI だと1点も取れないテストがあるって知ってた？知ってるよ。アーク AGI3 っていうテストなの。今年の3月時点で最先端の AI はどれも 1% 未満だったんだよ。 1% 未満ってほぼゼロってことじゃん。何それ、そんなに難しいの？そこにね、クロード・オー・パス語が 30.2% を出したの。7月24日の発表だよ。 30.2%？ ほぼゼロやったのがいきなり30回。しかも値段は前のモデルから据え置き、100万トークンあたり入力5ドル出力25ドルのままなの。値上げしてないの？そこは普通上げるところでしょ。今日はこの 30.2% が何を意味するのかを見ていくね。最後には自分の環境でオーパス語を呼び出す手順まで持って帰れるようにするよ。先に言っておくと、同じ発表の中に鵜呑みにしちゃいけない数字が一つ混ざってるの。待って、同じ発表なのに信じていいのとダメなのがあるの？見分け方さえ分かれば、次にどのモデルの発表が来ても同じ読み方が使えるようになるよ。きなこもっちーのテック深掘り。今日も一緒に深掘りしよまず 30.2% から、この数字ね、アンスロピックが自分で言ってるんじゃないの？う。じゃあ誰が言ってるの？テストを作って運営してる側、アークプライズっていう団体が公式の結果ページで最高性能だって認定してるの。テスト作った人が認めてるなら勝ちやん。そこが大事なの。作った人が測ると宣伝じゃなくて記録になるんだよ。で、2位はどれくらいだったの？それまでの最高が GPT5.6 クソルで 7.8%。 アンスロピックの発表文には時点モデルの3倍って書いてあるよ。公式が3倍って言うなら3倍でしょ。それ以上でも以下でもないよね。そう思うよね。でも割ってみて、30.2 を 7.8 で割ると約 3.87 倍なの。ちょっと待って、その 30.2% ってどういう条件で出した点数なの？はいっていう、一番深く考えさせる設定で走らせた時の点数なの。正の値は 30.16% で、それを丸めて 30.2% だよ。設定で点数変わるんだ。じゃあ同じ設定同士で比べないとダメじゃん。あれ、3倍より多いじゃん。盛るならもっと盛ればいいのに。むしろ控えめに書いてるってこと。宣伝文句としては珍しいパターンだよね。ただしこの 7.8% には注釈が2ついるの。 GPT5.6 クソルには非公開問題で 7.78%、 公開問題の平均で 13.33% っていう別々の数字があるの。今比べたのは非公開の方だよ。同じモデルなのに数字が2つあるんだ。ややこしいな。この 30.2% 実はもっと変な数字なの。だって同じテスト、人間は 100% 解けるんだよ。人間が100点のテストで AI が30点？そんなテストある？もっちー、想像してみて。知らないゲームの画面を渡されるの。説明書なし、チュートリアルなし。何すればいいか誰も教えてくれないの？教えてくれない。ゴールが何かも言われないの。じゃあ僕ならとりあえずボタン全部押すかな。何か動いたらそれが正解っぽいし。で、点が入ったやり方は覚えとく。次からそれ繰り返せばいいでしょ。それでいいの。今もっちーが自分でやったこと、実は名前がついてるんだよ。適当に押しただけなのに？それがアーク AGI3 が測ってる能力そのものなの。未知の環境を探索して、その場でゴールを推測して、頭の中に世界のモデルを作って続けて学ぶ、この4つ。あ、ボタン全部押したのが探索か。ゴール推測は何か動いたら正解っぽいって思ったやつ？そう、点が入ったやり方を覚えとくって言ったでしょ。あれが継続学習だよ。わい、無意識に4つ全部やってたんか。人間は全員それができるの。だからテスト受験者は全部の環境を解けたんだよ。しかもこのテスト、言葉での指示を一切くれないの。自然言語のヒントなしで動いて確かめるしかない。動いて確かめるって将棋みたいに一手ずつってこと？近いよ。一手動かして画面がどう変わったか見て、それからまた次の一手を決めるの。じゃあ最初の何手かは
ほぼ当てずっぽうになるよね。そう、その当てずっぽうから規則を組み立てられるかどうかがこのテストの勝負どころなの。でも変じゃない？ AI って難しい問題は解けるんでしょう？説明書がないだけでなんで 1% 未満まで落ちるの？そこなの。その落差はね、このテストが去年までとは違う作りに変わったせいなんだよ。アーク AGI って実は3代目なの。1と2があって、そこから作りが変わったんだよ。1と2はどんなテストだったの？図形のパズルなの。問題が目の前に全部並んでて、規則を見つけて答えを出す、じっと見て考えるタイプだね。テスト用紙って感じだ。じゃあ3は3は用紙がないの。自分で動いて返ってきた反応を見てまた動くターン制なんだよ。ああ、テスト用紙が森になった感じか。今までは机に座って解いてたのに、いきなり森に置かれて出口探せって言われてるんだ。その例えすごくいいよ。しかも森には案内板が一つもないの。でもなんでわざわざ作り変えたの？パズルのままでよかったのに。パズルだとね、たくさん見て覚えたモデルが強くなっちゃうの。知ってるかどうかのテストになりやすいんだよ。測りたかったのは初めての場所でその場から学べるかどうかだから、中で動けるテストに作り直したの。暗記じゃ勝てないテストにしたってことか。で、そのテストを受けた前の AI たちは何点だったの？公開当初のリーダーボードだと、ジェミニ 3.1 プロが 0.37%、GPT5.4 ハイが 0.26%、オーパス 4.6 マックスが 0.25%。全部0点台じゃん。名前だけ聞くと強そうなモデルばっかりなのに。面白いのはここから。このテスト専用に作り込んだエージェントは 12.58% 出てるの。専用の方が強いの？汎用の最新モデルより？この壁は頭の良さじゃなくて、動きながら学ぶ設計を持ってるかどうかの問題だったの。だから汎用モデルが軒並み落ちたんだよ。つまりオーパス後の 30.2% はみんなが 0.3% 前後で並んでた場所に1人だけ立ってるってこと。しかもアークプライズは点数以外にもう一つ気になる観測を書き残してるの。点数以外の観測って何？スコアが全部じゃないの？オーパス5はね、それまでどのモデルも突破できてなかった環境を5つ追加で全部クリアしたの。誰も解けなかったやつを5つ？名前とかあるの？ AR25、FT09、LP85、R11L、S5I5、記号みたいな名前だよ。でね、アークプライズはその様子を新規行動、英語でノベルビヘイビアって呼んでるの。新規行動？それ AI が自分で新しいやり方を編み出したってことやん。で、何をやったん？どんな手を思いついたん？アークプライズは公式の投稿でも、これまで誰も突破できなかった環境を解く新しい動きが見られたって書いてるの。公式って点数以外に何て書いてたの？強い論理的な推論を示したっていう書き方なの。点が伸びたじゃなくて解き方を褒めてるんだよ。わざわざ別で言うくらいだからよっぽど珍しかったんだ。点数だけなら数字が伸びたで済むもんね。行動について書き足したのが引っかかるところなの。そこがね、まだわからないの。わからないってどういうことを？公式が言ってるのは、環境を突破したという事実と強い論理的推論を示したという評価まで、中でどんな探索をしたのかの詳しい分析は今回の調査では見つけられなかったの。一番面白いとこが空欄なのか。でも空欄を埋めた気になるより、ここまでが確認済みって線を引いとく方が大事なの。確かにニュースってそこ勝手に埋めて書いてあること多いもんね。ここまでの数字は全部テストを作った側が測ったものなの。ところが同じ発表の中にこれと同じ顔をして並んでるのに出所が全然違う数字があるんだよね。でも同じ発表に載ってるんだからどっちも同じくらい確かなんじゃないの？そう思うよね。私も並んでたら同じ重さで読んじゃう。でもね、もう一つの数字はフロンティアベンチバージョン 0.1 っていうテストのものなの。オーパス5が 43.3%、GPT5.6 ソルが 34.4% で、フェーブル5が 33.7% だよ。全部買ってるやん。さっきより分かりやすい強さやな。じゃあ聞くね。
このテスト誰が作ったと思う？そりゃさっきのアークプライズみたいなあれ違うのを。アンスロピック自身なの。作ったのもアンスロピック、測ったのもアンスロピック。自分で作ったテストで自分が1位、それ言っていいの？嘘ってわけじゃないの。中身も公開されてて、ミニスウィーエージェントっていう仕組みで5回試した平均で出してる。そのミニスウィーエージェントっていうの何をするやつなの？ AI に実際にコードをいじらせて課題を最後までやりきれるか見る仕組みなの。今のクロードコードみたいな使い方に近いよ。じゃあ僕らが普段やってる作業に一番近いテストってことか。そう。だから実用の目安としては十分役に立つの。ただその目安を作ったのが売り手だってことは頭の隅に置いといてね。自分で問題作って自分で採点した100点と模試で取った100点は違うってことか。その通り。どっちも0点じゃないけど重さが違うの。実際ね、前のオーパス4点は値の点数が記事によって 18.7% だったり 21.1% だったりバラバラなの。じゃあ何倍になったのかはっきり言えないんだ。2倍を超えてるのは確か。でも正確に何倍かは言えない。だから今日は倍率を断定しないでおくね。ここまで数字の話をしてきたけど、このモデル性能が上がったのに値札が1円も動いてないの。普通は逆でしょ。白状するとね、私が発表を見て最初に2度見なしたの。点数じゃなくて値札の方だったの。点数じゃなくてあんなに騒いでたのに。100万トークンあたり入力5ドル、出力25ドル。これ前のオーパス4点は値と全く同じ数字なの。性能上げて値段そのままで店やったら普通に潰れるやん。もっち商売の話になると急に鋭いよね。だっておやつ代に直結するし。で上のモデルはいくらなの？フェーブル5が入力10ドル、出力50ドル。つまりオーパス5はちょうどその半額なの。半額で上のやつに迫るんか。めっちゃええやん。そこちょっと気をつけて。フェーブル5の半分のコストでフロンティア知能って言ってるのはアンスロピック自身の言葉なの。これってどこで使えるの？順番待ちとか申し込みとかいる？発表と同じ日に全部のプラットフォームで使えるようになってるの。クロードマックスとプロ API、 それに Amazon ベッドロックと Google クラウドと Microsoft ファウンドリーもだよ。初日から全部えらい思い切ったな。クロードマックスだと標準で選ばれるモデルがこれに切り替わってるの。あ、また出所の話だ。誰が言ってるかを見るってやつ。そう、モッチー今日ずっとその目で見れてるよ。ちなみにどっちをどの場面で使い分けるべきかの細かい基準は今回の調査でははっきりしなかったの。でもこの値段実際に呼び出せて初めて意味が出るんだよね。ここでバージョンを一つ間違えるとそもそも選択肢に出てこないの。じゃあ実際にやってみるね。飼い主のタブレット借りてクロードコードを開くよ。あ、また勝手に借りてる。まずバージョンの確認から。オーパス5を使うにはクロードコードがバージョン 2.1.219 以降じゃないとダメなの。古かったらどうなるの？エラー出るの？そもそも一覧に出てこないの。だから古いままだと指定してるつもりで別のモデルを使い続けちゃう。それ一番怖いやつじゃん。気づかないもん。だから先にクロードアップデートって言っておくの。これで最新版になるよ。更新したら次はどうやってオーパス5を選ぶの？やり方は2つあるの。1つはオーパスって短く指定する方法。これで自動的にオーパス5が選ばれるよ。もう1つはクロードオーパス5ってフル名で書く方法。こっちは指定したモデルに固定されるの。どっち使えばいいの？短い方が楽だけど。とりあえず新しいのを使いたいなら短い方、動作を変えたくないならフル名で固定しておくのが安心だよ。更新して名前指定するだけか。これなら Y でもできるわ。ねえ、僕もそのアーク AGI3 ってやつちょっと遊んでみたいんだけど。アークプライズの公式ページが入り口になってるよ。ただ一般の人がどこまで触れるのかは今回の調べでははっきりしなかったの。そこも空欄か。まあわからないって言ってくれる方が安心するけど。これで今日から触れるよね。ただ最後に一つ、この発表でまだ誰も答えを出せてない部分が残ってるの。まだ答えが出てない部分って
さっきの新規行動の中身のことを。それもある。もう一つはあの 43.3% を誰か別の人が確かめたのかどうか。そっか、誰も確かめてないならまだ自社の点数のままなんだ。今日の話一言にするね。同じ発表の数字でも誰が作って誰が測ったかで重さが変わるの。 30.2% はテストを作った側が測って公開した数字、 43.3% は作ったのも測ったのもアンスロピック。この表保存しとこ。次にモデルのニュース見るとき絶対使えるやつやん。どのモデルの発表でも同じ見方が使えるからね。持って帰ってほしいのは3つだけ。 30.2% は第三者が測った数字、 43.3% は自社の数字、そして値段は据え置き。第三者、自社、据え置き。これなら覚えられる。次に新しいモデルのニュース見たらまず誰が測ったかを探せばいいんだね。それだけで記事の書き方に流されなくなるの。数字そのものよりその1手間の方が長く効くよ。でもさ、30.2% の方も人間の 100% には全然届いてないんだよね。そこなの。壁を初めて大きく超えた数字ではあるけど、壁がなくなったわけじゃないの。だからね、この2つの数字のどっちを重く見るかはまだ人によって割れてるところなんだよ。僕は 30.2% かな。第三者が測ってる方が安心する。私は仕事で使う人なら 43.3% の方を見るかもって思ってる。みんなはどっちを重く見る？コメントで教えてね。実はこの話、フェーブル5がどういう位置づけのモデルなのかとも地続きなんだけど、それは別の動画で詳しく話すね。あ、そういえばさ、今日ずっとタブレット借りてたけど充電大丈夫？はまた減ってるやん。飼い主帰ってくる前に戻しといてや。あ、急いで刺してくるね。ということで今日はここまで。参考になったら高評価いいねしてくれるとおやつ代になるよ。チャンネル登録と通知オンもよろしくね。バイバイ。またね。